こんばんは、モフです。今日は、不動産投資の手法について説明します。不動産投資って、いろんな手法があって何にするかっていうの結構悩むと思うんですよね。で、今12345、6個代表的なものを挙げました。で、この中それぞれ特徴があるので、どういう特徴があるのかとかをさらっと解説します。ちょっと掘り下げると1個あたりやっぱ1時間ぐらいかかっちゃうんで、簡単に概要だけ説明する感じですね。で、まずワンルームマンション、これ前回もやったんですけども、ワンルームマンションはやめた方がいいっすね。なかなかやっぱり儲かる物件って市場に出回りにくいので、普通に今から始めようと思って儲かる物件買うのっていうのは結構難しいですよね。中には変えていい物件変えて儲かる人もいると思うんですけども、普通に始めようとして普通に儲かる感じはしないですね。なので本当にお金稼ぎとか、それが目的だったらちょっとあえてやらない方がいいんじゃないかなっていうのが自分の見解です。儲かる物件も中にはあると思うんで、そういうの買うのもいいのかなとは思うんですけども、あとまだ値上がり期待ですね。値上がりを期待して買うっていうのはありかもしれないですね。ただあんまり値上がり期待して買っても値上がらなかったらどうするんだって話があるんで、持ってるだけで毎月お金が出ていくような感じになっちゃうんで、ちょっとおすすめはしにくいですね。あと新築はよりやっぱ新築って高いんですよね。日本人って新築が好きなので、新築が一番値段高くて買った瞬間に2割か3割ぐらい価格下がるような感じになるんですよね。なのでどうせ買うんだったら、23年ぐらい経って価格が下がったぐらいの買った方がまだいいかなって気はしてますね。新築だとやっぱすぐ価格が下落しちゃうと。なのでちょっとこの新築中古を含めてワンルームマンションっていうのはちょっと前の動画ちょっとカード入れますけれども、やめた方がいいんじゃないかなと思ってます。で、次初心者っていうか、初めリスクなく始めるのが一番いいのは、戸建てがやりやすいですね。戸建て、僕も戸建て今まで2回買ってるのかな、2回買ってるんですけども、やっぱ価格が安いんで買いやすいですよね、比較的。で、あと入居も戸建てってあんまり賃貸物件で戸建てがないんで、入居者つけやすいんですよ。ただ駐車場がなかったりとかあまりにも田舎すぎると入居者がつかなかったりするんで、その辺はちょっと要注意しないといけないですね。でも入居者つきやすいですよ。で、売却も普通に戸建て探してる人多いんで売りやすいですよね。なので比較的リスクは小さいですよ。あと狙い目としては、大体戸建てで成功してる人って利回りリフォーム後に20%ぐらい欲しいですね。例えば戸建て、新築戸建てぐらいだったら8%とか9%とかってありかもしれないですけども、再生リフォーム費用例えば100万とかで買っても400万かけて直しちゃって、家賃が5万しか取れないとかってなると結局利回り11%とか12%ぐらいになっちゃうんですよね。なのでどうしても利回りリフォーム後の利回りで20%ぐらいは、欲しいですね。僕も今仕上がりリフォーム後で20%のやつ持ってるんですけども、思ったよりキャッシュたまらないんで、なかなか広告費だとか退去した時の現状回復費とかでそんなに儲からないですよね。現金買いしてるんですけども、あとはなのでリフォームって結構戸建ては金かかるんで、屋根がどうこうとか外壁塗装がどうこうとかお風呂とかキッチンもでかいしっていうんで、リフォームどれぐらいかかるかっていうのはよく見といた方がいいですね。何も考えずに買うと痛い目を見るかもしれないですね。あとはそうっすね。でアパートとかと一緒でリフォームの経験っていうのも結構アパートと戸建てってそんなに変わらないので、戸建てやっとけばアパートとか木造アパートとかとそんなに大差なくリフォームのノウハウとか勉強にはなると思うんですよね。ちょっと区分マンションだったらそんなに勉強にはならないんですけども、なので戸建ては結構最初1棟目リスクなく手堅くいくんだったらすげえ探しやすくていいんじゃないかなと思ってます。で融資は、ちょっと公庫今ちょっと若干厳しくなってるんですけども、公庫とかがつけやすいですよね。なので、事業計画作って公庫に行っ
って融資受けるっていうのはまあ比較的やりやすいですね。で結構土地の値段が残るんで、戸建てって土地の値段があるんで、まあ、建物は耐用年数超えるとほぼ評価出なくなったりするんですけども、まあ、土地値ぐらいでいけば公庫から融資受けれたりするんで意外といいですよ。でまあデメリットとしてはやっぱ拡大が遅いですね。拡大なかなかやっぱ1個買って2個買ってっていう風にして加速して買うにはちょっと難しいですね。まあ、戸建てだったらサーファー3世サーファー薬剤師さんが楽町の、まあ、よく一緒にセミナーやったりとかLINE で情報交換したりとかいろいろやってるんですけども、まあ、サーファーさんとか15と15部屋15と持ってるんでむっちゃ買ってますよね。戸建てだけでそんな買い進めるというのはなかなかすげえです。しかも千葉のね房総半島の方ですよね。それすごいですね。まあ、戸建てもレバレッジ効くんでいっぱい買い進めていけば硬いしですね。あとまあ次やるんだとしたら中古アパートとか、僕も中古アパートを、2棟持ってましたけれども、まあ、価格が比較的安くって1000万ぐらいからあるんで、まあ、安いのになると2、300万ぐらいからあるんですけども、で維持費とかはアパート比較的固定資産税とかリフォームも木造だったりすると意外と安いですね。で利回りはやっぱこれも15%から20%ぐらいは欲しいですね、自分が買うんだったら。まあ、もちろん立地と築年と構造によるんで一概には言えないんですけども、10%でアパートとかっていうともう全然、しかも築20年10%とかっていうともう全然興味ないですね15%から20%ぐらいあればまあ買ってもいいかなっていう感じですね。で融資は結構耐用年数超えてる場合が多いんで、木造だと22年とかなんで耐用すぐ超えちゃうんですよね。で築もう例えば15年とかになっちゃうともうすぐ耐用年数は7年しか残ってないんで、そこで融資受けてもキャッシュフロー出ないんで、どうしてもやっぱ耐用年数超えて融資引っ張んないといけなくって、そうなってくると地銀とか信金、まあ、公庫ノンバンクとかが融資受けるメインになりますね。なので耐用年数内の融資はちょっとまあキャッシュフロー的には結構厳しい場合があって、中古のここの利回りのやつはなので、まあ、こういうのを買っちゃうと、メガとかの評価は出ないんで、対応を超えてると。なのでこの中古アパートと一棟物のマンションっていうのはなかなか両立しにくい投資法ではありません。どっちかっていうふうになっちゃうですね。ハイブリッドっていうのはそんなに多くはないですね。でまあ中古アパートありますと。だと一棟マンション、まあ、これ今一番流行ってて人気があるんですけども、価格はまあ大体安くても5000万以上はしますね。で RC 鉄筋コンクリートでまあ維持費とか修繕費が高いんですよね。固定資産税も結構やっぱ4 5 0万とか100万ぐらいしたりとかするし、まあ、鉄筋コンクリートなんでコンクリートを剥がしたりなんだかんだ、まあ、屋上の防壁塗装、屋上の防水だとか結構なんだかんだ金かかるんで、まあ、高くなると給水がどうこうとか配管側とかって結構やっぱ難しいっすね。高いっす。まあ、僕も、RC1 棟持ってるんですけどもやっぱ維持費は高いですね。むっちゃこっちのボロアパートに比べるとやっぱ倍近く固定資産税するしむっちゃ高いですね。でまあやっぱ利回りはこれも一概には言えないですけども築20年とかぐらいだったらしたらやっぱ10%以上10%から15%ぐらいの利回りはないとやっぱ厳しいですね。まあ、もちろんこれもエリアとか築年とよるので本当に適当な目安なので投資のプロから見ると今よりこれぐらいは目安ってなんじゃこりゃって感じになるんでわけわかんないかもしれないですけど、まあ本当の初心者がまあ見るとしたらまあこれぐらいで逆に古すぎるのは築37年とか超えてくると旧耐震っていう古い耐震構造になるんで融資つきにくくなったりして地震で崩れたりとか、まあ、そういう可能性もあるしあと、まあ、古いとさっき修繕費が高いんで配管全部やり替えて500万吹っ飛んだとか結構あるんで、古い RC 手出す時はやっぱよく考えて
むっちゃリスクあるんで、こっち直すのとこっち直すの全然半端なくお金がかかるんで気をつけた方がいいですね。でまあこっちはメガバンク主流で、まあそれから地銀さんですね、第一地銀っていうかところで、まあ大体耐用年数が47年あるんで、耐用年数内で融資受けるっていうのが主流ですと。まあ中には駿河とかで耐用年数超えて RC つける人もいるんですけども、あんまりちょっとおすすめはしないですね。せっかく耐用年数47年あるんで、その中で収まるような金利で引っ張って、金利じゃない年数で引っ張るっていうのがいいと思いますね。でまあこれむっちゃ人気なんで、利回りむっちゃ低いんですよね。7%とか9%ぐらいだいたい市場で、地方とかでも築20年ぐらいでやっぱ8%とかゴロゴロしてるんで、それ買ってもやっぱ儲からないんで、あんまりなんて言うんだろう、一番はめられるパターンですよね。個人サラリーマンがはめられて、利回り7%とかのやつを3.5% とかの金利で駿河で買ったりとかして、結構はめ込まれる、よくはまるパターンですね。結構物件の評価出るんで、銀行融資しやすいんですよ。だからサラリーマンに売りつけやすいんですよね。これ抱えてる人って結構多いです。気をつけてください。だと新築のアパートですね。これも結構人気があって、やっぱ新築ピカピカなんで、やっぱ人気ですよね、サラリーマンに。でまあ自分としてはやっぱり利回り8%はないときついですね。新築で利回り8%で金利1%とかで、イールドギャップって利回り低い金利やっぱ7%ぐらいはないとキャッシュフロー全然出ないんで、最低限やっぱイールドギャップ7%は僕は欲しいですね。で7%でも僕やらないですけども、最低それぐらいないと厳しいですね。で新築は土地が極小地むっちゃ狭い土地に狭い部屋詰め込んで利回り上げて、で旗竿っていった旗みたいになんかこう細い通路で道路に面してて、中でこう広がってるみたいな旗竿地で、しかも斜面に横浜とかで建ってて、それが乱立してて全然埋まらなくって、しかも家賃は新築プレミアムって言って、新築だからちょっと家賃高くしてるみたいなのが結構あるんで、このキーワードちょっと気をつけておいてください。新築でハマるパターンなんで、まあどれか一つでも当てはまったらやばいってわけじゃないですけど、別に極小でもちゃんと埋まって経営できりゃいいですけども、結構厳しいです。でこれ全部横浜とかあと名古屋の南の方とか、これ合わせ技できてるんで、しかも長屋みたいな、共用部ない長屋みたいなので、似たような感じのステップフロアで、さらにロフトがついててみたいなのがあるんで、なのでまあこの辺ちょっと気をつけた方がいいですね。ちょっとおしゃれには見えるんですけれども、で新築だから簡単に埋まると思ってると痛い目見る可能性はあると思う。でまあ土地から仕込んで自分で建てるっていうのがやっぱ一番儲かるんで、やっぱそっち行く人多いですよね、今投資家友達とかでは。この分野だと比嘉さんですね、楽町の比嘉さんとか、あと脱公務員さん脱さんって土肥さんだったかな脱さん、まあ友達ですけどもとか有名ですよね。まあ土地からやって業者さんの利益全部自分らで確保できるんで、まあ、建てた瞬間にもう儲かるっていうような、ほとんど積算価格ぐらい建てれてるんで、彼らはやばいですね。まあ、そういうテクをやるっていうのはいいですね。僕も土地買ったんですけど、今土地寝かせてますね。いろいろ検討してますね。なのでこれはこれで面白いと。あと再生系ですね。まあこういう廃屋とか全空の物件とかで難易度はむっちゃ高いしリスクも高いですけども、もうとにかく安く2 3 0万とかで買って、DIY 自分でやって、まあ、高く売り抜けるみたいなのはそれで成功されてる方はいっぱいいますね。でまあ、結構融資は実績がないとこういうのに融資つけられないので、最初はどうしても現金だとかで安く買って自分で DIY するとかっていうのが必要になるかもしれないですね。これは廃屋といえばなんか小島さんみたいな感じがあって、はい、なんかね僕も
廃屋何件か見ましたけども、やっぱビビってダメっすねあとめんどくさそうで、こんなんほんとこんなん買ってるんで、こんなん買ったところでどうやって直すのか僕はちょっと想像つかないですけども、なんかね、スカイは見えてるかとか、なんか空は見えてるかみたいな感じで、スカイが見えてなきゃ大丈夫とか、なんかあとまあ空が見えててもなんか適当に屋根つけたりとか、なんかいろいろあるみたいですね。やばい世界だ。スカイが見えてるかってだと地面は見えてるかみたいな感じで合言葉があるようですね。僕はちょっと今やれないですね。この前60万とかで戸建て見に行ったんですけども、ちょっと見送りましたね。ってな感じでいろいろあって、とりあえずおすすめっていうのはないんですよ。どれもそれぞれの分野で活躍してる人がいるんで、これはまあワンルームマンション以外は、区分マンション以外は全部どれやってもいいと思うんですよね。それなりにその成功法っていうかスキルがあれば成功してる人はいっぱいいるんで。ただまあ、初心者でお金ないけどちょっと経験積んで実績積むっていうんだとすると、まあ、戸建てが一番リスク少なくって始めやすいですよね。でちゃんとまあ、そこで実績積めば融資とかも、銀行から、新金新組、あと公庫とかから引っ張れるようになるんで、賃貸業の実績作るっていうのはまあローリスクでおすすめですね。でも一気に行きたいんだったらマンションですね。ただ今3タメ業者さんとかにはめ込まれるとか、ちょっと今ようやく若干下がったかなって気がするんですけども、それでもまだまだやっぱ高いんで、安易になんかこう買うとはめられる可能性は高いんで、ちょっとしかも価格が1億2億っていうざらにあるんで、いきなりまあ1棟目で2億とか買ってもいいんですけども、まあ、失敗したらジエンドなので、そこはちょっとよく考えて勉強してやるのがいいのかなと思います。まあ、アパートは結構1000万ぐらいから利回り 20% とかでアパート買って公庫で融資受けてとかっていうのは結構面白いとは思うんで、ただまあ地方で入居者つけれるかどうかとか、リフォーム再生するときに思ったより以上に金かかるとか結構あったりするんで、まあ、それはよく考えなきゃいけないですと。でまあ変態なら再生系ですね。再生、あんまり好き好んでやる人はいないんで、まあ、だから逆に儲かるんですよね。でまあ自信があるんだったら、まあ、新築を土地からやって建築士見つけてプラン書いて建築会社に投げて、土地を押さえて建ってもらうみたいなのができれば、まあ、すごいいいですよね。で僕は、この新築以外は全部やってますね。戸建て、アパート、マンション、再生も一回半分空いてるやつはやりましたね。まあ、半分空いてるやつにオーバーローン引っ張ったりしてるんで、成功法で、まあ、再生やってるっちゃやってますね。こんなに入るじゃないですけどってな具合で、まあ、いろんな投資手法があって、それぞれメリットデメリットってあって、まあ、深く掘り下げればもう本一冊になるぐらいの内容になるんですけども、自分に合った、まあ、そのお金借金抱えるのは怖いっていう感じの人もいれば、まあ、そういう人だったら結構戸建てとか安くから行きゃいいし、もうなんかぶっ飛んでていきなり俺は2億3億で買いまくるんだっていうんだったらやっぱこっち行った方がいいし、心地よいレベルがそれぞれ人によってあるんで、どれも成功してる人いっぱいいるんで、それぞれの分野の本ちょっとコメント欄のところにおすすめの本書いとくんで、それ見てもらって本を読んで、いろんな、まあ僕最初失敗したのはアパートしか最初見てなかったんで、こっちとか見てなかったのがあって、こっちの投資法を全然勉強してなかったっていうのがあって、それはすごいしょっぱなロスしたんですね、時間を。なのでまあ一応全部勉強しておいて、どれが来ても対応できるようにで、一番知った上でどれか一つ掘り下げる、もうそういった感じが一番おすすめかなと思います。はい。またちょっとまあこのコメントで質問があればなんかコメント返すんで、なんか中には全然関係ない質問来るんですけども、なるべく動画に関係ある方がコメントしやすいですね。まあでもなんか書いてくれればそれなりになるべく返すようにはしてるので、コメントいただければあれは、嬉しいです。あとはもしよかったら高評価と、チャンネル登録、この辺に出るかもしれないのでチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございます。